9世紀の文人、都義香が記した富士山記は、富士山の山頂火口を描写した最古の文献です。そこに描かれているものは、現在の山頂火口とまるで異なる光景です。平安時代の山頂火口には、神の池と呼ばれる火口湖がありました。そして、火口湖からは、常に青い蒸気が立ち上っていたようです。池の中にある大きな石の姿を指して、まるでうずくまる虎のようだ、と描写された岩は、現在でも見ることができます。このことが、この伝文描写の正確さを示していると言えます。写実的な描写の一方、この時代らしい幻想的な要素も見られます。白い衣をまとった天女が、頂の上空を舞っていた。あるいは、火口湖畔に青い竹が自生しているといった記述です。このような形で記内に伝えられた富士山の幻想は、9世紀末に成立する竹取物語に引き継がれることになります。数十年おきの噴火を繰り返していた古墳時代の富士山。5世紀頃の噴火では、テフラが南側に流れます。この頃から、富士山周辺でしばらく停滞していた古墳造営が再び活発となります。発展した拠点の一つが、閏川の東岸一帯でした。8世紀の律令制の施行に伴って、東大来石の範囲に軍河が置かれてから、さらなる発展を遂げます。浅間大社を中心として、現在富士山麓の各所に祀られる朝間の神。この信仰が、いつ頃どこで発生したのかはほとんどわかっていません。浅間大社に連なる朝間の神の名が初めて文献に登場する9世紀中頃。この時点ですでに国家祭祀場の高い位にありました。したがって、この国家祭祀の始まりがさらに古い時代にまで遡ることは確実です。その起源となる妖拝施設はどこにあったのでしょうか。わかっていることは、国家祭祀の対象であったこと。駿河の国富士郡にあったこと。朝間の神は9世紀中頃すでに高い位にあったこと。そして9世紀半ばまでの富士郡の灌漑期は東大来石にあったことです。これらを総合的に判断すると、富士山を妖拝する施設、すなわち朝間信仰の起源は、富士郡の灌漑期であった東大来石周辺にあったと考えられます。古代東海道が富士山の南山麓を通過する一方、甲斐の国府に至る道は東山麓を通過します。噴火のたびに道が塞がれる環境にあった東山麓では、軌道も安定的ではなかったはずです。まだ湖がなかった山中湖付近には馬屋があり、そして富士山の北麓の中心地であった川口湖畔には大きな集落が形成されていました。歴史上に富士山の名が登場するのは8世紀頃です。万葉集の歌には燃え上がる恋の象徴として現れます。
この歌は、恋人に会う術のない私は、富士の高嶺のように心を燃やし続けるだろう、というものです。現実の噴火記録としても現れます。781年、駿河の国から届いた短い報告からは、降灰により樹木が枯れた様子のみがわかります。この噴火記録に対応する堆積物は分かっていません。800年の夏、駿河の国より富士山噴火の報が入ります。その記述から、同年の春に激しい降灰を伴う噴火があったことがわかります。そして、801年の末にも噴火が再開していたようです。富士山の噴火史においては中規模程度の噴火と言えます。しかし、降灰被害は甚大であったようで、その堆積物が東海道の足柄路を一時的に廃道とするほどでした。そして、王宮の迂回路、箱根道が通されます。東海道でさえこのようなありさまであったとき、降灰分布の主軸上にあった海事は、さらに大きな被害であったはずです。2度目の報告における報告者は、駿河と相模の2国であり、甲斐の国からの報告は記録されていません。おそらく復旧までに数ヶ月以上の遮断があった可能性があります。853年、浅間の神の名が歴史上初めて登場するのは前述の通りです。しかし、その50年前、802年の延暦噴火の際に、朝廷は駿河相模の両国に陳謝と度胸を命じています。浅間の神の名は記されていませんが、噴火を起こした神を定義し、それに対する恐れがあったことがわかります。ところで、富士、浅間とは何を意味する言葉なのでしょう。浅間大社の祭祀が富士山に向けられたものであることは明らかです。しかし、富士山そのものであるはずの神が、なぜ富士と異なる名で呼ばれるのかは明らかではありません。富士と浅間という言葉が古代より併用されてきた事実は、山体そのものと霊的な要素が別物として捉えられていたことを示唆します。霊的な要素とは、上岸噴火時に明らかとなる通り、火山神のことです。この2つの言葉は、古事記と日本書紀のいずれにも登場しないことから、大和王権の神話とは別系統にあったはずです。語源についての研究は、江戸時代以来諸説が乱立しています。しかし、いずれの説も決め手がないため、これらのいずれでもない可能性があります。駿河の国不土記の本文など新たな資料が発見されない限り、今後も語源が明らかになることはないでしょう。9世紀半ばは、伊豆湖北部において大噴火が集中した時期です。50年弱という短い期間での一斉噴火であることから、何らかの連動があった可能性があります。中でも規模の大きい噴火は、838年の神津島天井山噴火、886年の新島向山噴火、そして864年の富士山噴火です。9世紀の中頃、記録に登場しない噴火が発生していました。
北西山腹に火砕球を形成し、溶岩を流下した噴火です。当時、瀬の海から本栖湖周辺にかけて集落や生活道路が存在していたはずです。しかし、被害が顕在化するほどの規模ではなく、この噴火について、駿河と甲斐両国からの報告はありません。そして864年の6月頃、同じく北西山腹から、より規模の大きい噴火が始まります。これが貞観噴火の始まりです。第一報の主体は駿河の国でした。その報告では、噴火開始から10日余り経過後の状況がわかります。浅間の狼が激しく火を吹き、周囲の山を焼き払い、雷鳴が鳴り響き、3度の地震を伴ったとあります。溶岩流は、噴火から10日余りですでに本栖湖に到達していました。溶岩流は瀬の海にも流入し、瀬の海の西側半分を埋め立てていきます。湖を陸化するほどの溶岩流は、厚さ100メートルを超えます。次いで大室山のふもとに新たな火口が生じ、そこから噴出した溶岩が瀬の海を東西に分断しました。その後、さらに新たな火口が生じます。火口が開口するたびに標高が高まり、中心稼働へと近づいていくこの順序は、内部の岩脈の姿を反映しているものと思われます。長尾山火口から流れた溶岩流は、分断された瀬の海の東側に流入しました。やがて噴火活動は激しくなり、長尾山火砕球の形成と大規模溶岩流の流出が起こります。駿河の国からの第一報からおよそ1ヶ月半の後、甲斐の国からの報も届きます。溶岩が河口湖にも向かっていた、との報告は、最盛期の溶岩流の先端を示したものだと思われます。次第に迫り来る溶岩流は、川口集落に恐れを抱かせたことでしょう。青木ヶ原溶岩などで構成される溶岩噴出物は、富士火山の過去8000年間の活動では最大規模のマグマ噴出量です。これらの溶岩の大半が、わずか2ヶ月程度で流出したのです。甲斐の国の報告には、溶けた石が湖だけでなく人家を多数埋没したとあります。この溶岩の下には、多数の人家が眠っているのかもしれません。噴火の最盛期は2ヶ月程度で終わりますが、噴火現象はここからも1年半ほど継続します。噴出物をほとんど伴わない噴火がしばらく続いたものと思われます。噴火が数ヶ月を経過してもなお続いていたこと。その原因を駿河の国の神職の怠慢にあるとみなしたことを背景として、朝廷は甲斐の国にも祭祀を行うよう命じます。そして翌年、朝廷は甲斐の国八代郡に浅間の神の祠を建て、感謝に列します。貞観噴火は、駿河の国においてのみ行われていた浅間の神の祭祀が、甲斐の国にも広がる契機となったのです。
それはまた、駿河の国にのみ属していた富士山が、甲斐の国との共同管理となった契機とも言えます。この社は、古代八代郡に含まれていたと思われる川口湖の北岸、川口浅間神社の付近にあったと考える意見が多いようです。この時点では、駿河、甲斐の両国とも、祭祀形態は山麓からの要拝であり、富士山中はまだ不可侵領域であった時代です。ところで、甲斐の国に浅間神社が建てられる過程では、呪術的なやり取りの経緯が記されています。例えば、火山災害の原因を占いにより特定したこと。地元の役人が神がかりとなって託宣を述べたこと。あるいは、溶岩の上に突然神社が現れたとの描写が典型です。これらは、律令国家日本において、中国大陸からの影響が見える地震災害への対応とは、明らかに異なる反応です。8世紀初頭から9世紀の末までの約200年間は、律令制が機能していた時代です。当時の朝廷は、国家統治について中国の文献を参照していました。それはただ制度にとどまらず、為政者のあるべき姿も参照対象でした。古代中国には、地震や干ばつが発生するのは王の責任であるとする古代的思想、天権思想があります。王が不徳となれば、天が王を検責するために大地を動かすというものです。この思想を日本に輸入するわけですが、一つ問題がありました。4つのプレートがひしめき合う日本列島と、安定的な中原とでは、地震の発生率が大きく異なることです。天権思想の直輸入には、もともと無理があったと言わざるを得ません。しかし、時の帝は、大地震が起きるたびにその責任を一身に受け、天に対して自らの行いを正そうとしたのです。中でも貞観年間は、地震、火山噴火ともに深刻な災害が発生した時代でした。869年に陸奥の国で発生した海溝地震は、2011年の東北地方太平洋沖地震と類似する巨大地震です。この地震の際、清和天皇は、命のりの中で、為政者として攻めを追う旨の悲壮な決意を発します。一方、同じ律令制下に多発した火山噴火に対しては様子が異なります。発生したいずれの噴火についても、天権思想による消直は発せられず、もっぱら呪術的な対策だけがなされています。神津島噴火の際は、たたりの原因を占い、富士山噴火の際は神がかりの託宣。2度の開門岳噴火でも、念入りな占いを行い、新島噴火でもやはり占いにより対処しています。これらの各記録によって、地震災害との対比が明確となります。火山噴火では、たたりを恐れた人々が、占いにより神の声を聞いて、神に対する陳謝を行うという流れです。中国でも発生する地震に対し、火山噴火は日本列島に特徴的なものであって、中国の故事には参照すべき事例がないためです。火山噴火こそが日本の原風景であり、自然災害の多発する日本列島では、こちらの反応がより自然だったのです。念のために付け加えると、いずれの考え方も自然災害を神や天の戒めと捉えている点で、極めて古代的な思想です。
現代への流用に耐えるものではありません。青木ヶ原溶岩は、南北の山麓地域をつなぐ西側経路を遮断します。一方、環道である海寺は、溶岩噴火による直接の被害を免れていました。しかし、こちらでも経路に影響する災害が起こっています。海寺の推定経路が通るのは、富士山起源のテフラが堆積する斜面です。その脆弱な堆積物が、溶岩噴火の約20年後に起きた地震を引き金として、表層崩壊を起こしたのです。甲斐と駿河を結ぶ既存の主要経路が一時的に寸断されたとすれば、富士川沿いが新たな主要経路として使用された可能性があります。東大来関の富士郡家は、溶岩噴火の後に求心力を失い、富士郡では集落の拡散が始まっていました。浅間信仰の拠点が現在の浅間大社へと移るのがこの時代であると考えられています。そして、富士山中へ進出し始めるのも同じ時期です。山麓からの妖拝のみを行っていた浅間信仰は、9世紀後半、中腹の神社をベースキャンプとして、深新領域、富士山頂への接近を開始するのです。都義家の描写した富士山頂の光景は、その最初期の統廃活動による成果です。貞観の大噴火から約70年後、甲斐の国より富士山噴火の報が入ります。報告には、富士山の人家が湖を埋めたとあります。山腹から流れ下った溶岩が、当時吉野村にあった湖に流入し、埋め立てた様子を指しているものと思われます。高丸美溶岩流は、推定噴火口から約 15km も流下しました。甲斐に至る主要街道とその沿道の村々を埋没させたことになります。そして新たに形成された湖が山中湖です。古代の富士山の噴火活動は非常に活発でした。信頼性の高い噴火記録はいくつかありますが、記録と噴出物との対比は必ずしも明らかではありません。確実に対応するのは溶岩噴火だけと言っても良いほどです。記録に現れない噴火がこれほどあるのは不思議な気もします。穏やかな溶岩噴火では、山麓の人々はさほど驚かなかったのかもしれません。噴火の頻度に対して記録が追いついていないとは、富士山ならではと言えます。記録に登場する初めての噴火、781年の噴火は、前述の通り噴出物との対比がされていません。999年の噴火記録には、たたりを恐れた駿河の国が占いを行った様子が記されています。大淵丸美溶岩流は、当時の富士郡の中核域に迫る溶岩流でした。これに富士郡が無反応であったとは考えにくく、その意味では噴火記録とよく符合するようにも思えます。しかし、この溶岩流の推定年代は900年前後とされており、若干のズレがあるようです。1033年の噴火記録には、山頂付近から発生した火が山麓まで至ったとあります。
これを溶岩流と解すると、県丸美第一溶岩流が候補に上がります。長さ約 20km に及ぶ長大な溶岩流です。山麓の居住地まで達した溶岩流は、平安時代の集落を飲み込みました。しかし、他の溶岩流も多数あるため、定かではありません。1083年の噴火記録では、富士山が噴火した以外の情報がなく、噴出物との対比は一層困難です。室町時代にも2つの噴火記録が残っています。しかし、いずれも噴出物が残らないほどのごく小規模なものであったようです。噴火記録のほか、噴気や火影現象などが記された例もあります。旅の途中、東海道から眺めると、富士山頂から煙が立ち上っていたとの回想記録。夕暮れ時には、火の燃え立つのも見えたようです。1020年の秋のことです。その後も13世紀中頃までは絶えぬ火の象徴とされてきた富士山の噴煙でしたが、13世紀後半に一旦途絶えたようです。以後の山頂火口の噴気は、再開と消滅を繰り返しながら次第に弱まっていきます。それは、揮発性成分を内部に溜め込む過程でもありました。18世紀の初頭は、富士港がにわかに隆盛に向かっていた時代です。登山者が増えつつあった頃と考えられますが、元禄から宝永にかけての登山記録はごくわずかです。噴火直前期、宝永元年の富士山の登山記録には、噴気活動についての言及はなく、山頂付近の平地にある大きな池の描写だけがなされています。この頃は山頂火口の噴煙が途絶えていたのかもしれません。1703年の12月31日、相模トラフを震源とする大地震、元禄関東地震が発生します。多数の死者と家屋被害を生じた大震災から約1ヶ月後、富士山麓での強い揺れと富士山の鳴動が記録されています。元禄地震が引き金となって、マグマ活動が一時活発化したのかもしれません。この時の鳴動は数日で収束します。元禄の大地震からわずか4年後、1707年10月28日、南海トラフの長大な範囲を震源域とする巨大地震、宝永地震が発生します。宝永地震は、2011年以前における日本の歴史上最大規模の地震でした。巨大地震は大津波を伴い、多くの人命を奪います。そのような震災を4年間で2度も経験した人々の不安は察するにあまりあるものです。富士山中では、宝永地震の発生以前から、毎日何度も地震があったとの記録があります。これが事実だとすれば、富士山は宝永地震前から火山活動の高まりを見せていたと言えます。つまり、噴火は宝永地震に誘発されただけのものではないということです。元禄地震が誘発し、宝永地震が引き金を引いたというのが、より実態に近いのかもしれません。
大地震の後からは山中での地震が急増します。山麓でこれらの群発地震が感じられなかったことから、富士山直下で起きた地震であることがわかります。大地震から36日後には、頻繁に鳴動が聞こえるようになります。そして48日後には、山麓でも大きな地震が群発し始めました。群発地震の有感範囲は時間とともに広がっていきます。噴火前夜のことです。1707年12月16日午前中に2度の大きい地震が発生します。そして2度目の地震の後、富士山が鳴り響き、大噴火が始まります。衝撃波が大音響をもたらし、そして 170km 遠方にも空振が到達するほどの爆発的噴火でした。黒い噴煙とその中の稲光が江戸からも確認されます。東へ流れた噴煙からは白い砂が降下しました。噴火は午後4時頃に一旦止みます。しかし、数時間後の夜には激しい噴火が再開します。極めて爆発的であることは日中と変わらないものの、噴出物の色は黒へと変化していました。東側の諸地域が闇に閉ざされていた頃、西側ではマグマの発光が夜空を明るく照らしていたようです。激しい噴火は翌朝まで続きます。噴火開始の翌朝に一旦小康状態となった後、噴火は断続的となります。しばらく噴出率も低下したことから、これ以後、江戸での噴火記録が冷淡となっていきます。噴煙の主軸から外れていた江戸での火山灰の体積は1から5センチメートル程度。家屋の損傷には至らなかったはずで、すぐに日常に戻ることができたのかもしれません。戸や障子が揺れることを気味悪がっていたところ、その原因が地震ではなく遠山の噴火であることが分かり、安堵したという記録さえあります。元禄地震と宝永地震、そして大津波を経験した江戸の人々は、灰が数センチメートル積もる程度ではさして動じなかったのです。一方、至近距離の三島では、上空に大きな岩が飛散する様子が目撃されています。三島は降灰被害をほとんど受けずに、噴火を間近で観察できる地点でした。噴火開始から9日後、活動は再び活発化します。12月25日午後から27日夜半にかけては再び江戸にも降灰し、昼夜とも爆発的噴火が続きました。
その後、噴火活動は次第に衰えていきます。そして、1月1日未明の爆発音を最後に、16日間の噴火が終わります。宝永噴火は、富士山の噴火史の中では稀に見る爆発的噴火です。過去8000年間の富士山は、中小規模の噴火を多数繰り返してきました。爆発的噴火も多数発生しているものの、その規模は宝永噴火よりも一桁小さい程度です。平安時代の貞観噴火は、過去8000年間のマグマ噴出量では、宝永噴火をしのぐ大噴火でした。しかし、溶岩の流出が主体の穏やかな噴火であったことから、宝永噴火とはまるで性格が異なります。2つの噴火のマグマ組成がほぼ同一であるとされているにもかかわらず、この噴火様式の違いは、どこから生じているのでしょうか。一つには、脱ガスの程度の違いによります。富士山は、ほぼ玄武岩マグマのみを噴出する火山です。玄武岩マグマは、高温で粘性が低いため、マグマが上昇する過程で、揮発性成分が円滑に離脱する結果、穏やかな噴火となる傾向があります。貞観噴火では、マグマが地下の浅い部分まで上昇した段階で停滞し、十分に脱ガスが進んだ後に噴火に至ったと考えられています。多量の溶岩の流出という富士山の典型的な噴火様式の一つと言えます。しかし、宝永噴火では、マグマの上昇過程での脱ガスが進みませんでした。宝永噴火のマグマは、既存の上昇経路を取らず、新たな稼働を形成しながら上昇してきたことが分かっています。そのため、中央稼働と直結していた山頂火口からの脱ガスが叶わなかったのかもしれません。もう一つの要因として、噴火の初期段階でのマグマ成分の違いがあります。宝永噴火の際、揮発性成分を多く含んだ玄武岩マグマは、上昇の途上で小さなマグマだまりにぶつかり、経路を塞がれます。山頂から南東斜面の直下には、傾聴質の小さなマグマだまりが点在していると思われ、その一つに遭遇したことになります。玄武岩マグマにより加熱されたデーサイトマグマは、揮発性成分の発泡が加速度的に進み、そして爆発的噴火に至ります。宝永噴火の初期段階で噴出した軽石は、このマグマだまりからの噴出物です。そして、マグマの上昇を阻んでいたものが短時間に消滅し、地表への経路が開かれた玄武岩マグマは、急激な減圧状態に置かれ、一斉に発泡が起こり、爆発的噴火に至ったと考えられます。噴火開始の翌日以降で噴出したスコリアは、このようにして地下深くより急上昇した玄武岩マグマです。マグマが上昇する過程で脱ガスが進まなかったこと、そして上昇経路に適当なサイズの傾聴質のマグマだまりが存在したこと。これらが稀な爆発的噴火を起こした要因です。3200年前の S13 綱沢噴火との類似性は、マグマが似たような上昇経路をたどったことによるのです。噴出物が2メートル以上堆積した地域では、多数の家屋が倒壊しました。被害が大きかったのは降灰分布の主軸上で、火口の約 10km 東に位置した須走村です。須走村では、
噴火開始以来、次々と降下する火砕物により、家屋の半数が焼失します。降り続いた噴石は3メートル前後も堆積し、噴火後は屋根の一部が見えるだけの荒野と化していました。しかし、交通の要衝であった須走村は、幕府の主導によって、周辺の村々よりも早く復旧されることになります。噴火後は噴火前よりもむしろ人口が増加していることが分かっています。このように復興が叶った村もあれば、住民の半分が転出した村や、大部分が離散した村もまたありました。酒匂川の中流域も降灰が激しかった地域です。1メートル前後も堆積した噴出物は、雨が降るたびに谷筋へ崩れ落ちていきました。これらの火山灰の流入が、足柄平野の村々を長年苦しめることになります。川底が浅くなった酒匂川が、洪水と氾濫でたびたび流路を変え、その度に田畑や住居が破壊されたのです。堤防の修築と決壊を繰り返しながら、洪水被害は噴火後100年にわたって続きました。宝永噴火から現在まで、寝台に足る富士山の噴火記録はありません。近代以降、山頂火口の噴気も高く立ち上ることがなくなっていました。しかし、微弱な噴気は明治以降も現れています。明治13年に描かれた山頂火口図では、山頂の南東部に広がる地熱地帯の存在が確認できます。大正14年出版の書籍にも、同じ地点が富士山唯一の地熱所在地として紹介されています。噴気すらない現在の山頂火口が珍しい状態であることがわかります。宝永噴火以降、火山活動が著しく低下した状態であることは確かです。ただし、マントルからのマグマ供給量に短期間の変化があるとは考えにくいことです。単純に300年分のマグマが地下に蓄積された状態であると考えられます。富士火山の活動履歴は詳細に調査されてきました。噴火様式により分類された活動期のうち最新の8000年間を須走期と呼びます。この須走期がさらに4つに細分されるのは、活動期ごとにある程度の噴火の類似性があるためです。最新の須走 D 期はサンクク割れ目噴火が卓越した活動期です。紀元前300年頃から平安時代にかけて、爆発的でない溶岩流の流出や、時には爆発的な噴火も起こしてきました。しかし、最新の活動である宝永噴火の噴火様式は、古代の噴火とは明らかに異なります。富士火山において、この規模の爆発的噴火は過去1万年以上なかったほどです。噴火の頻度もまた変わりました。宝永噴火は、平安時代以降、次第に活動度が下がっていく中で唐突に発生した大噴火です。そして、その後300年間、また沈黙を続けています。これを須走 D 期の得意な噴火と見るよりも、すでに新たなステージに移行した可能性が高いとする見解もあります。最後の噴火が得意であったことにより、
次の噴火予測が難しい状況となっています。現在は山頂火口からの脱ガスがなされておらず、揮発性成分はマグマに蓄積された状態であると思われます。したがって、次の噴火の少なくとも最初は爆発的となる可能性があります。また、揮発性成分に富んだマグマにとって山頂火口までの距離は障害とならないため、今後は山頂火口からの噴火も起こり得ます。山体崩壊は噴火以上に危険な現象です。脆く急峻な山頂部を持つ富士山は、常に山体崩壊の危険をはらんでいます。山頂部の強度を増す働きをしていた永久凍土層は、現在縮小傾向にあります。そのことがわずかながら山体崩壊の発生率を高めているかもしれません。19世紀のフランスの詩人、ボードレールは、美の構造について次のような趣旨で説きました。唯一絶対の美だけでは芸術は成立しない。美というものは永遠で普遍的な要素と移ろいゆく現代性との二重構造により成り立つ。そして芸術の目指すところとはその移ろいゆく現代性から永遠なものを抽出することであると。火山も同様です。時代により変化し続ける火山帯は、どの時代であっても、そこに必然的な美しさが宿るものです。現代人は、この瞬間の富士山を通して、絶えず玄武岩マグマを供給する富士火山の本質的な美しさを見ていると言えます。そして、宝永火口を擁する馴染み深い姿は、富士山10万年の一瞬を切り取った現代人のための美観です。